あなたは南海トラフ地震という言葉を聞いたとき、どんなイメージを思い浮かべるでしょうか。それは日本に住む私たち全員が一度は耳にしたことのある地震災害の脅威です。ですが、最近2チャンネル上や都市伝説界隈で話題になっているのが、南海トラフ地震の予兆として見てはいけない夢です。この夢を見た人が次々と語るのは、津波や揺れる大地といった恐ろしい光景。そしてその夢の内容が地震発生時の状況と奇妙なほど一致しているといいます。こうした見てはいけない夢は本当に地震の予兆なのでしょうか。それとも単なる不安が生んだ悪夢に過ぎないのでしょうか。さらにこれに絡む都市伝説として注目されているのがタイムトラベラーの証言です。未来から来たとされる彼らが語るのは、南海トラフ地震で日本はこうなるという衝撃的な予言。そしてこの証言と見てはいけない夢には不思議な共通点があるとささやかれています。一方で南海トラフ地震に対する備えとして注目されるのが緊急地震速報です。技術の進化により地震発生時に数秒の猶予が与えられるこのシステム。しかしながら果たしてそれだけで私たちは命を守ることができるのでしょうか。もし夢や予言が警告する未来が現実となるならば、何が不足しているのでしょうか。本動画では南海トラフ地震の科学的背景や被害予測を解説するとともに、見てはいけない夢やタイムトラベラーの証言が持つ意味を深掘りします。そして緊急地震速報だけでは救えないと言われる未来の課題や解決策についても考察していきます。第1章、南海トラフ地震の科学的背景とその脅威。南海トラフ地震とは、日本列島の南海トラフと呼ばれるプレート境界で発生する大規模な地震のことを指します。この地震は南海トラフの一帯がユーラシアプレートとフィリピン海プレートという2つの巨大なプレートの境界に位置しているために起こります。プレート同士が押し合う圧力によってエネルギーが蓄積され、その限界を超えると一気に解放されることで地震が発生します。この仕組み自体は他の地域の地震と似ていますが、南海トラフ地震の特徴はその規模と被害範囲の広さにあります。1、南海トラフ地震の規模と被害予測。過去に発生した南海トラフ地震の記録を振り返ると、その規模の大きさに驚かされます。例えば1946年の昭和南海地震ではマグニチュード8が記録され、大津波が四国、紀伊半島、そして静岡など広範囲にわたる地域を襲いました。この地震によって約1300人が命を落とし、家屋やインフラが壊滅的な被害を受けました。さらに想定されている次の南海トラフ地震ではマグニチュード8から9クラスの地震が予測されています。この規模は東日本大震災2011年と同等、もしくはそれ以上とされており、政府のシミュレーションでは最悪の場合、死者数は30万人を超える可能性があるとされています。特に津波による被害が甚大であると予想されており、最大で30メートルの津波が一部の沿岸地域を襲うとされています。2、発生周期と切迫性。南海トラフ地震は約100年から150年の周期で発生するとされています。前回の地震である1946年の昭和南海地震からすでに約80年が経過しており、次の地震がいつ起きてもおかしくない状態です。さらに近年ではこの地域で微小な地震や地殻変動が観測されており、専門家の間ではエネルギーがかなり蓄積されているという警鐘が鳴らされています。特に注目されるのがスロースリップと呼ばれる現象です。スロースリップとはプレートの境界が通常よりもゆっくりと動く現象のことで、これが頻発する地域では大地震が起こりやすいとされています。南海トラフ沿いでもこの現象が観測されており、次の地震が近いのではないかと懸念されています。3、緊急地震速報の役割と限界。南海トラフ地震のような巨大地震に対して私たちはどのように備えるべきでしょうか。その鍵となるのが緊急地震速報です。このシステムは地震の発生を検知すると同時に震源地から離れた地域に警報を発信することで、
数秒から数十秒の猶予を与えるものです。例えば震源地から離れた都市部では、この速報によって人々が安全な場所に避難したり、交通機関が緊急停止することで被害を最小限に抑えることが期待されています。しかし緊急地震速報には限界もあります。震源地に近い地域では速報が到達する前に揺れが始まってしまうことがあります。また速報が津波の襲来や二次災害のリスクを完全にカバーできるわけではありません。そのため個々人が事前に防災知識を身につけ、避難計画を立てることが極めて重要です。第2章、見てはいけない夢が暗示する巨大地震の真実。見てはいけない夢と聞くと、どこか不吉な響きを感じるかもしれません。それはただの悪夢では終わらない何か未来に起こる出来事を暗示する、いわゆる予知夢である可能性があるからです。特に津波が押し寄せる夢や大地が揺れる感覚を夢で体験したという報告は、南海トラフ地震を予兆しているのではないかと噂されています。ここでは見てはいけない夢と南海トラフ地震の関連性について掘り下げていきます。1、夢と災害の関連性と歴史的背景。夢が未来を暗示するという考え方は、古代から現代に至るまで多くの文化で語り継がれてきました。古代ギリシャでは夢は神々からのメッセージとされ、重要な決断を下す際に夢占いが用いられることがありました。一方で日本でも夢を予兆と捉える風習があり、江戸時代には地震前に動物が騒ぐ様子や不吉な夢が語られることがありました。南海トラフ地震に関連して語られる見てはいけない夢は、こうした古代からの伝承に根ざしているのかもしれません。特に津波が迫り来る夢や地割れが広がる夢は、地震や災害を象徴するイメージとして繰り返し現れると言われています。2、実際に語られた夢の事例。2チャンネルや都市伝説のコミュニティでは、巨大地震に関する夢を見たという体験談が数多く報告されています。いくつかの興味深い事例を紹介します。事例1、津波が街を飲み込む夢。東日本大震災。宮城県在住の男性が東日本大震災の1週間前に見た夢は、津波が自宅周辺の町を完全に飲み込む光景でした。彼は夢の中で家族と避難所を探しながらも水に流されそうになる恐怖を体験しました。目覚めた彼は、これはただの悪夢ではないと感じ、防災グッズを用意し、家族と避難場所を確認しました。そして震災当日、緊急地震速報が鳴り響いた直後、夢で見た通りの津波が町を襲いました。彼は事前の準備のおかげで家族と共に速やかに避難できたといいます。あの夢がなかったら逃げ遅れていたかもしれないと彼は振り返ります。事例に、高速道路の崩壊を目撃する夢。阪神・淡路大震災。1995年の阪神・淡路大震災の1ヶ月前、神戸市に住む女性が見た夢は、高速道路が突然崩壊し、車が次々と落下するショッキングなものでした。夢から目覚めた彼女は恐怖に駆られ、家族にその夢を話しましたが、当時は変な夢を見たねと笑われただけでした。しかし1ヶ月後、彼女が通勤で使う阪神高速道路が地震によって実際に崩壊しました。彼女自身はその日は仕事が休みで難を逃れましたが、夢で見た光景がそのまま現実になったことに強い衝撃を受けたと語ります。それ以来、防災意識を高めることの重要性を周囲に伝える活動を始めたといいます。事例3、知らない町の火災と地震。関東大震災。1923年の関東大震災の数日前、東京郊外に住む男性が見た夢では、巨大な火柱が町全体を覆い、建物が次々と倒れる様子が描かれていました。夢の中で彼は、人々が必死に避難する中、倒壊した家屋の中に取り残されるという恐怖を体験しました。震災当日、彼は夢で見た火災の映像を思い出し、周囲に避難を呼びかけました。その結果、家族や近隣住民が安全な場所に避難でき、命を守ることができたそうです。あの夢は、何か大きな力が私たちに警告を与えたのではないかと後に語っています。3、夢を科学的に解釈する視点。では、これらの夢は本当に未来を予知しているのでしょうか。それとも単なる心理的な現象なのでしょうか。科学的な視点では、夢は脳が日常の情報や感情を整理する過程で生じるものとされています。
特に大きな不安や社会的なストレスを抱えていると、それが夢の中で象徴的な形で現れることがあります。南海トラフ地震に関するニュースやシミュレーション映像を見た人が同じような夢を見るのは自然なことかもしれません。一方で、集合的無意識の観点から夢を見る人が共通するテーマやイメージを持つことがあるとも言われています。これが津波や地震の夢が多くの人に共有される理由かもしれません。4. 見てはいけない夢の警告と行動の重要性。最も重要なのは、夢が実際に未来を予知しているかどうかではなく、それを見たことで行動を起こせるかどうかです。見てはいけない夢と感じたからこそ、防災意識が高まり、家族や友人と安全対策を話し合うきっかけになるのであれば、それは悪夢ではなく、警告として受け取るべきかもしれません。辞書では、この夢とタイムトラベラーの証言を結びつけ、なぜ彼らが南海トラフ地震について語り、警告するのかについて掘り下げていきます。第3章、タイムトラベラーと見てはいけない夢の共通点。1、タイムトラベラーの語る未来の災害。タイムトラベラー、未来からやってきたとされる彼らの存在は、インターネットや都市伝説で長年話題になっています。彼らが特に注目を集めるのは、未来に起きるとされる具体的な出来事、特に大災害に関する証言です。そして、その中には南海トラフ地震に言及しているものもあります。あるタイムトラベラーの証言では、南海トラフ地震が 2000X 年の初頭に発生し、日本の太平洋側全域に未曾有の被害をもたらすとされています。彼らの話によると、津波が沿岸地域を完全に飲み込み、人口の多い都市部でも地震による被害が甚大だとか、また、緊急地震速報では救いきれない範囲の被害が発生するとし、現行の防災システムの限界を指摘しています。この証言が本物であるかはさておき、不気味なのは見てはいけない夢との類似性です。夢とタイムトラベラーの証言が共通して描く津波の光景や地面の崩壊、混乱した人々の姿は、未来に起きる可能性のある現実を暗示しているかのようです。2. タイムトラベルと夢の関係。タイムトラベルの概念は SF 的に見えますが、一部では時間という概念は線ではなく円のようなものだという理論が唱えられています。つまり、過去、現在、未来は同時に存在し、ある条件下では人間が無意識のうちに未来の情報を受け取ることが可能だという考えです。この理論を夢と結びつけると、タイムトラベル的な経験は、私たちが夢を通じて潜在的に未来を見ることができる現象だと解釈できます。興味深いことに、タイムトラベラーの証言に登場する未来の光景が、見てはいけない夢の共通イメージと似通っている点です。津波が押し寄せる、地割れが広がる、人々が混乱の中で避難するこれらの描写は、もしかすると未来の出来事が夢という形で潜在意識に現れたものではないかと考えることができます。3. 未来の予知としての警告。タイムトラベラーたちは多くの場合、未来を変えるために証言を残すとされています。特に南海トラフ地震のような自然災害は、準備することで被害を軽減できるという点で警告を発する価値があります。彼らの証言を聞き、それがたとえ信じがたい内容でも備えるきっかけになるなら意味があると言えます。同じように、見てはいけない夢もまた潜在意識が行動を促すための警告として現れている可能性があります。この警告を無視するのではなく、危機感を持つことで私たちは未来の被害を減らす準備ができるのではないでしょうか。4. タイムトラベラーの予言が意味するもの。タイムトラベラーが語る未来が現実かどうかは分かりません。しかし、その内容が防災意識を高める役割を果たすなら、それは無意味な作り話ではないはずです。特に南海トラフ地震のように、実際に発生するリスクが非常に高い災害に関しては、夢であれ証言であれ、警告として受け取ることが重要です。辞書では、緊急地震速報とその限界についてさらに深く掘り下げ、具体的にどのような備えが必要なのかを検討します。第4章、緊急地震速報とその限界、そして未来への備え。1、緊急地震速報の仕組みと効果。緊急地震速報は、地震発生直後の初期微動 P 波を検知し、本格的な揺れ、S 波が到達する前に、警報を発信するシステムです。この数秒から数十秒の猶予が、命を守るためのゴールデンタイムを生み出します。日本は、この技術で世界をリードしており、
スマートフォンやテレビ、ラジオなどを通じて迅速に警報が届く仕組みが整備されています。例えば、2011年の東日本大震災の際、緊急地震速報によって多くの人々が数秒間の猶予を得て避難行動を取ることができました。この数秒は電車を緊急停止させたり、工場の稼働をストップさせたりするのにも役立ち、二次被害の拡大を防ぐ効果を発揮しました。2、緊急地震速報の限界。しかし、緊急地震速報にはいくつかの限界があります。特に南海トラフ地震のような広範囲に影響を及ぼす巨大地震では、速報が必ずしも全ての人を救えるわけではありません。1、震源地に近い地域の問題。震源地に近い地域では緊急地震速報が揺れに間に合わないことがあります。例えば、震源地が四国沖であれば、近隣地域では速報が届いた直後に揺れが始まるため、避難のための十分な時間が確保できません。2、津波に対する対応の遅れ。緊急地震速報は地震の揺れに対して警報を発するものですが、津波警報とは別のシステムです。そのため、津波が発生する場合、地震の揺れが収まった後に津波警報が出されることが多く、津波避難に時間的な余裕がない場合があります。3、技術的な誤差。速報システムは非常に高精度ですが、それでも誤差が発生することがあります。震源地の位置や規模を瞬時に判断するのが難しい場合、警報が遅れたり、誤報が出たりする可能性もゼロではありません。3、緊急地震速報以外の備え。緊急地震速報が持つ限界を補うためには、個人レベルでの防災対策が欠かせません。具体的には以下のような取り組みが重要です。1、避難経路と避難場所の確認。日頃から自宅や職場、学校周辺の避難場所を確認し、最短の避難ルートを把握しておくことが必要です。また、家族と事前に避難計画を共有しておくと、災害時の混乱を防ぐことができます。2、防災グッズの準備。地震が発生した場合、すぐに持ち出せる防災グッズを用意しておきましょう。食料や飲料水、ライト、バッテリーなどの基本的なものに加え、医薬品や現金も忘れずに備えることが大切です。3、防災訓練の実践。地域や学校、職場で行われる防災訓練に積極的に参加し、実際の地震を想定した行動を体験しておくことで、いざという時の対応力が向上します。4、南海トラフ地震に備える未来のテクノロジー。未来の防災技術がどのように私たちを守るかも重要なテーマです。AI や IoT の技術の進化により、地震予測や災害対応がさらに進化すると期待されています。例えば、AI が蓄積された地震データを解析し、これまで以上に正確な予測を行うことが可能になるでしょう。また、IoT を活用した防災ネットワークにより、各家庭や地域でリアルタイムに危険情報を共有し、迅速な避難が可能になると考えられます。5、夢と予言が警告する未来への準備。見てはいけない夢が私たちに伝える警告や、タイムトラベラーが語る未来は、具体的な行動を促すきっかけとなります。それは、緊急地震速報だけではカバーしきれない意識の備えを強化するものです。夢や予言が指し示す未来は、私たちがより強い危機感を持ち、日常生活の中で備える行動をとるきっかけになるでしょう。辞書では、見てはいけない夢がなぜ繰り返し人々に現れるのか、そしてそれがどのように社会や個人の行動を変える影響力を持つのかをさらに深掘りしていきます。第5章、夢と未来の交差点。見てはいけない夢が私たちに伝えるもの。1、見てはいけない夢の心理学的視点。見てはいけない夢とは何なのでしょうか。その多くは恐怖や不安に満ちた内容で、見る人を強烈に印象づけると言われています。心理学では、夢は潜在意識が日常生活のストレスや感情を整理する過程で生じる現象とされています。特に見てはいけない夢は、ニュースや体験談を通じて心の奥底に蓄積された恐怖や不安が形となった可能性が高いと考えられます。南海トラフ地震に関連する夢についても、実際に地震の脅威を感じ、日常的にその情報に触れている人が無意識のうちに不安を増幅させていると解釈できます。例えば、津波に追いかけられる夢を見るのは、ニュースで津波被害の映像を目にしたことが原因である場合が多いでしょう。この夢が単なる心理的現象なのか、
未来を暗示しているのかは分かりません。しかしそれが行動を起こすきっかけになるのは確かです。2、夢が行動を変える力。不安や恐怖を感じさせる見てはいけない夢は時に人々の行動を劇的に変える力を持ちます。ある人が自宅が津波に飲み込まれる夢を見たとします。その結果、これは何かの警告かもしれないと感じ、防災用品を準備したり避難場所を確認したりするきっかけになるかもしれません。こうした夢が行動を促す現象は災害予防の観点から非常に重要です。科学的な根拠がない夢であっても、それが行動を引き起こし結果的に命を守ることにつながるならば、それは価値のあるものと言えるでしょう。3、南海トラフ地震と集合的無意識の関係。心理学者カール・ユングが提唱した集合的無意識の理論では、人類全体が共有する無意識の層が存在するとされています。この無意識には災害や危険に対する普遍的なイメージや記憶が刻み込まれており、これが夢として現れる場合があると考えられています。南海トラフ地震に関連する夢もこうした集合的無意識から生じたものかもしれません。大地震の経験が多い日本では、その記憶が文化や伝承を通じて集合的無意識に刻まれ、それが見てはいけない夢として現代人に影響を与えている可能性があります。4、未来への警告としての夢。見てはいけない夢は未来への警告である可能性も否定できません。タイムトラベラーの証言や過去の予言が夢の形で人々に共有されているとすれば、それはただの偶然とは言い切れません。同じような夢を多くの人が見る現象は、災害の直前に動物が異常行動を示すのと似た予兆として解釈される場合があります。もしも南海トラフ地震が近づいているのであれば、人々の潜在意識がそれを感じ取り、夢という形で警告を発しているのかもしれません。5、私たちが学ぶべき教訓。夢が警告であるかどうかにかかわらず、重要なのはそれをどのように受け取り行動に移すかという点です。見てはいけない夢をただ恐れるだけでなく、それを契機として防災意識を高めたり、家族や地域で災害対策を話し合うことが大切です。また夢に限らず、タイムトラベラーの証言や予言の類も行動のきっかけとして活用することができます。これらが科学的に証明されていないとしても、結果的に命を守る行動につながるのであれば、それは無視するべきではないのです。未来を変えるのは私たち自身。見てはいけない夢とは単なる恐怖や不安を表すものではありません。それは私たちに行動を促すためのメッセージなのかもしれません。南海トラフ地震という巨大な災害が現実のものとなる前に、夢や予言、そして科学の警告をしっかりと受け止め、未来を守るために行動を起こすことが大切です。未来は変えられるこの言葉を胸に、私たちは自分たちの手で安心して暮らせる社会を築いていきましょう。最後までご視聴いただきありがとうございました。次回の動画もぜひお楽しみに。高評価とチャンネル登録もお願いします。